ハロー、こんにちは、ダジャハオ。オンライン日本語教師のなるです。皆さん、久しぶりです。1年ぶりです。お待たせしました。はい、YouTube を見てくれている方は1年ぶりですね。TikTok や Instagram をフォローしてくれている方はそこまで久しぶりじゃないと思うんですが、YouTube の更新は1年ぶりになります。はい。本当に久しぶりの撮影で、もうカメラの使い方もほとんど忘れてしまいました。それぐらい久しぶりです。もうちょっとね、ドキドキしています。時々 YouTube のコメントで、更新まだですか？新しい動画は出さないんですか？そういうメッセージが来ていたんですが、なかなか更新できず本当にすみません。でもそういう嬉しいコメントは全部読んでいます。ありがとうございます。この動画では私の2025年1年の振り返りと、どうしてこの1年私が動画を出さなかったのかという理由をちょっと簡単に説明できたらなと思います。興味がある方はぜひ最後まで見てください。話の内容にそんな興味がないよという人は日本語の勉強にでも使ってください。英語と中国語字幕をつけておきます。自分で設定して字幕をつけてみてください。はい、2025年がもうすぐ終わりますね。もう早くないですか？この1年、私はすごく早く感じました。もう多分今まで生きてきた中で一番早かった1年なんじゃないかなというぐらい、本当に早く感じました。皆さんのこの1年は何点ぐらいでしたか？私は総合的に70点ぐらいかなと思います。仕事とプライベート、自分の時間を両立させるのが難しいなと感じた1年でした。動画を休んでいた理由を話す前に、私のプライベートの話をちょっと簡単にしようかなと思います。私よく過去の記憶がなくなるので、ちょっと思い出すのが難しいんですが、今年の2025年のお正月は日本で過ごしました。私を知ってくれている方はわかると思うんですが、私ね、結構海外をあっちに行ったりこっちに行ったりしているので、毎年お正月を過ごす場所が違います。でも今年は日本で過ごしました。お正月は確か大阪か京都にいたと思います。そっちの関西の方でお正月を過ごしました。というのも、私2024年の12月冬から地元を離れて大阪に引っ越して4ヶ月、5ヶ月ほどそこで生活をしていました。大阪の生活ね、楽しかったです。そう。だから今年の前半、最初の方は大阪で過ごしていました。それから今年の4月にスペインに引っ越してきました。スペイン、海をまたいで、私が大好きなヨーロッパに引っ越してきました。はい。というわけで、私は今、スペインで生活をしています。4月にスペインに引っ越してきたので、今、8ヶ月目になります。早いですね。私8ヶ月もスペインにいます。こんな感じで今年は大阪で生活をしてみたり、スペインに引っ越して新しい生活が始まったり、スペインでジム、スポーツ、アニメにハマったりして、プライベートでは結構楽しく充実した日々を過ごせました。どうして今スペインに住んでいるか、その理由はまた別の動画でちゃんと話したいなと思うんですが、簡単に言えば2つあります。1つ目はもともとスペインに住んでみたかったことと、今お付き合いしている方がスペイン人の方なのでスペインで生活をしています。いつかね、そのスペインの生活の様子、街の様子、スペインと日本と、私台湾に住んでいたこともあるので、台湾の文化の違いなんかも動画で話せればいいなと思っています。仕事の面ですね。私の本職、オンライン日本語教師も、もう皆さんのおかげで忙しくさせてもらいました。この仕事を始めて5年目になって、授業数も今1万1000
レッスンを超えています。本当にね、私を選んで授業を受けてくれている学生さん、ありがとうございます。はい、そして YouTube の動画についてですね。ここからは私が更新しなかった理由、できなかった理由を簡単に説明します。さっき私が話したプライベートの状況を聞いて、なんとなく察した方もいるかなと思います。去年の今の時期あたりから、大阪に引っ越したり、スペインに引っ越したり、生活や状況がいろいろ変わって、簡単に言うと忙しくて動画を撮る時間、編集する時間がありませんでした。それが一番大きな理由かなと思います。スペインに引っ越してきて生活が落ち着いてからも、スペインの方、ヨーロッパの方はやっぱりプライベートの時間を大切にしていることが多くて、今付き合っている彼や彼の家族と過ごす時間が増えて、それが楽しくて動画が手につきませんでした。あともう一つちょっと恥ずかしい理由なんですが、もうヨーロッパに来てからピザとかパスタとかパンを食べ過ぎて、ちょっと太ってしまいまして、外見に自信がなくなって、ちょっとね、動画を撮るのも嫌になっていました。それもちょっと、理由ですね。動画を撮るとき、編集するとき、もう絶対ね、自分の顔を見ないといけないので、そう、ちょっとね、太っている私の姿を見るのがもう苦しくてはい、今はダイエット中なので、ちょっとマシになったかなと思います。ちょっと自分でも不思議だなと思うことをシェアしてもいいですか？ちょっと興味がない方もいるかと思うんですが、シェアさせてください。私、スペインに引っ越してくる前は、本当に仕事人間で、仕事以外興味がないタイプの人間だったんですよ。もう1日の15時間、16時間ぐらい、もう起きている時間は全て仕事に費やすぐらい仕事人間だったんですよ。でも、その私がスペインに来てからね、ちょっと変わったんですよ。前は運動なんて全然好きじゃなかったし、ゲームも全く興味がなかったし、もう本当に趣味がないことが悩みなぐらい、仕事以外何も興味がなかったんですよ。でも今は週3、週4でジムに通っていたり、ピクミンのゲームにハマったり、パデルというスペインで結構有名なテニスみたいなスポーツがあるんですけど、それも好きになったりして、もう今のね、自分の変わりようにびっくりしています。この1年動画を更新しないとなぁと思いつつ、自分の時間楽しい、プライベートの時間楽しい、どうしよう、いつ動画を作ろう、そういう葛藤が私の頭の中にずーっとありました。本当にワークライフバランス難しいですね。皆さんはどうやってバランスをとっていますか？特に私みたいなフリーランスや自分で会社を経営している人などは、プライベートと仕事の区別がなかなかつけられないので、バランスを取るのが本当に難しいです。皆さん何かアドバイスがあれば教えてください。去年動画の更新を頑張っていた時期はちょっとプライベートが崩壊していたので、そこにはもう戻りたくないなと思っています。なのでうまくバランスを取りながら、これから少しずつ動画を更新したいなと思っています。皆さん待っていてくれたら嬉しいです。皆さんに話したいことはたくさんあるんですよ。今年アニメをたくさん見たので、皆さんとアニメについてシェアしたいし、さっきもちらっと言いましたが、ピクミンの携帯ゲームにハマっているので、それも皆さんに広めたいです。来年からヨーロッパ旅行にもたくさん行こうと思っています。その旅行 Vlog も撮って皆さんにシェアしたいと思っています。もちろん日本語関連の動画もたくさん出すつもりです。気長に待っていてくれたら嬉しいです。はい、こんな感じですかね。動画を出せていなかった時期も、私は病気もせず元気でやっていました。心配してくれた友達やフォロワーの方がいたので、ここで言っておきます。私は元気です。何か見たい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてください。今回の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。
TikTok、Instagram もしています。そちらもフォローお願いします。オンラインで日本語を教えています。興味がある方は概要欄のリンクからチェックしてください。ではまた次の動画で。じゃあねー。